ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ワーナーブラザースと DC スタジオが手掛けた映画、スーパーガールが興行的に失敗していく話題についてよ。現在、公開からわずか3週間で、北米の1000以上の劇場で上映が中止されたという、とんでもない事態が起きていて、大きな問題になっているの。スーパーガールって、DC コミックスの超有名なヒロインやろ？スーパーマンのいとことかで、めちゃんこ強い女の子が活躍する映画やん。ニュースでも、いよいよ公開で派手に宣伝されとったのを見とった場合。それが、たった3週間で、1000以上の映画館から追い出されたって？なんばしとっと。大作映画が、そんなスピードで打ち切られるなんて、聞いたことなかよ。今日は、スーパーガールが、どれほど絶望的な興行成績を叩き出しているのか。そして、ジェームズ・ガン監督による DC ユニバースの完全リブート計画がいかに崩壊の危機に直面しているのかについて徹底的に解説していくよ。マーベルで大成功したジェームズ・ガン監督が DC を立て直すって世界中のアメコミファンが期待しとったはずやん。それが華々しいスタートどころか泥船の沈没みたいになっとると。うち、アメコミ映画はテレビの特集で見るくらいで本質までは分かっとらんけど、こんな歴史的な大爆死の裏話は大好物ばい。容赦なく毒舌でツッコミ入れさせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。今回の最新の挫折は、映画の国内興行収入が引き続き低迷している中で起こったものなの。これが、ジェームズ・ガン監督による DC ユニバースのリブート版が、華々しいスタートを切ったのではないかという世間の懸念を、さらに強めるものとなってしまったんだよ。懸念が強まるってことは、やっぱりダメやったやんけ、って言われとるってことたいね。でもさ、1000巻で上映中止って具体的にどれくらいやばいことなん？アメリカは広い県、1000巻減ってもまだいっぱい残っとるんやないの？それがね、全く楽観視できない数字なの。もともと、スーパーガールは公開直後は北米全土で約3600巻の劇場で大々的に上映されていたの。それが公開2週目の週末を終えた後、一気に1000巻以上の上映感を失ってしまって、3週目の週末を迎える時点で、わずか2584巻にまで減少してしまったんだよ。約3600巻から2584巻って、全体の3割近くの映画館が、もうこの映画は流しませんって見切りをつけたってことやろ？公開からたった2週間で、そこまでバッサリ切られるなんて、完全にゴミ扱いされとるやん。映画館の支配人たちも、これ流しても客が来んけん、電気代の無駄倍で怒っとる姿が目に浮かぶわ。葵の言う通りだよ。すでに控えめな期待値をはるかに下回る興行成績で公開されたスーパーガールは、その後も勢いを維持するのにものすごく苦労しているの。こうした興行収入の異常な落ち込みは、映画館経営者がもはやその映画に高額な上映スペースを与えるだけの観客需要を見込んでいないという紛れもない兆候なんだよ。映画館だってボランティアやないけんね。お客さんが入らん映画を大きなスクリーンで流し続けるより、他の人気映画を流した方が儲かるに決まっとるばい。まさにその通りなの。映画館側が次々と興行成績のいい他の作品に差し替えているの。だから、ワーナーブラザースの誰もが予想していたよりもはるかに早く、劇場公開は終盤に差し掛かっているようなの。ワーナーのお偉いさんたちも、今頃、胃薬をガブ飲みしながら、なんで、こんなに早く打ち切られるんや、って泣き叫んどるやろね。自業自得ばい。それで、映画館が減った3週目の、週末の数字はどうなったと？ちょっとは意地を見せられたん？結果は、悲しいくらい予想通りだったよ。公開3週目の週末、映画、スーパーガールは、国内興行収入が、わずか370万ドルにとどまってしまったの。この結果、国内の週末興行収入トップ5から完全に転落してしまったんだよ。370万ドル？日本円で言ったら6億円ちょっとくらい？ハリウッドの超大作アメコミ映画が全米で集めてその数字？しかも、たった3週目でトップ5から消え去るってダサすぎるばい。ライバルの映画にはどんなのがあるん？ここが一番の屈辱的なポイントなの。低予算のインディーズホラー映画であるオブセッションなど、なんと公開9週目を迎えた競合作品にも大きく差をつけられて負けてしまったんだよ。はぁ？公開9週目？もう2ヶ月以上も前に公開されたインディーズのホラー映画に公開3週目のピカピカのアメコミ超大作が負けたと。なんばしとっと。スーパーパワーを持ったヒロインが低予算の幽霊か化け物にボコボコにされとるやん。こんな恥ずかしい話、映画の歴史の教科書に載るレベルばい。本当に厳しい現実だよね。
記事によると、この映画の制作費は1億7000万ドル前後だとされているの。これだけの巨額の制作費がかけられた映画にとって、この370万ドルという週末の数字は、まさに壊滅的なものなんだよ。1億7000万ドルって250億円以上倍。それだけのお金をつぎ込んで、公開3週目で370万ドルしか稼げんって赤字の額が天文学的すぎるわ。これ、作る前からやばいんじゃないかっていう空気はなかったと？実は、発売前から、いや、公開前から期待値はすでに下がっていたの。当初の予想では、公開最初の週末のオープニング興行収入は約5500万ドルになると予測されていたのよ。5500万ドル。まあ、制作費の1億7000万ドルから比べたら、それっぽっちって感じもするけど、スタートダッシュとしては、そんなもんかって気もするばい。でも、実際はどうやったと？本作の巨額な制作費を考えると、その5500万ドルという予想ですら、それほど印象的な数字とは言えなかったの。でも、実際には、スーパーガールの公開週末の興行収入は、わずか3710万ドルにとどまってしまい、当初の予想を1800万ドル近くも下回る最悪のスタートになったの。予想の5500万ドルですら、ちょっと寂しいねって言われとったのに、現実には3710万ドルしか稼げんかったんやね。プロの予想屋たちも、ここまで客がコントは、で度肝を抜かれたやろな。最初からこけとるんやったら、そりゃあその後の展開も地獄ばい。そこから、事態はまさに悪化の一途をたどったんだよ。この映画は、公開2週目になんと、驚異的な 77% の興行収入減の860万ドルを記録してしまったの。これは、現代の DC 映画としては、史上最も急激な落ち込みの一つとなったんだよ。77% 減。最初の週に100人見に来とったとしたら、次の週には23人しかおらんくなったってことやろ？滑り台どころか、崖から真っ逆さまに落ちとるやん。口コミで、これ全然面白くないばい、で一気に広がって、みんなが見に行くのやめた証拠たい。安定化するどころか、その下降傾向は、さらに加速していったの。さっき言ったように、公開3週目の週末に、わずか370万ドルしか稼げなかったスーパーガールは、現在、国内で約6840万ドル、海外で約5100万ドル、全世界を合わせても、約1億1900万ドルの興行収入にとどまっているのよ。世界中の売り上げを全部かき集めても、たったの1億1900万ドル？制作費の1億7000万ドルにすら届いとらんやん。映画館と売り上げを半分こすることを考えたら、もう大赤字なんて生ぬるい言葉じゃ表現できんくらいの大損失ばい。ワーナーの社長、今頃髪の毛全部抜け落ちとるんやない？これらの数字は、スーパーガールが、ここ数十年で、最も興行成績の悪い DC 映画の一つであることを、残酷なまでに示しているんだよ。そしてね、この絶望的な状況を受けて、ワーナーブラザースが信じられないような奥の手を使おうとしているという報道が流れ始めているの。ここで、その屈辱的すぎる計画と DC リブートの崩壊という確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、ワーナーブラザースが、スーパーガールを通常よりもはるかに早くデジタルプラットフォームに移行させる計画を立てているという報道が流れ始めているの。デジタルプラットフォーム？それってどういうこと？要するに、映画館での上映を早々に諦めて、インターネットでの有料配信に切り替えるということだよ。スタジオは、公式には、まだ公開日を発表していないんだけど、複数の報道によると、本作は、劇場公開からわずか1ヶ月後の7月末までに、プレミアムビデオオンデマンドで配信される可能性があると言われているの。はぁ？公開から、たったの1ヶ月でネット配信？映画って、普通、何ヶ月も映画館でやって、その後、やっと、DVD とか配信になるもんやろ？それが、1ヶ月で、スマホとか家のテレビで見られるようになるって、完全に映画館から撤退して白旗あげとるやん。まさにその通りだよ。そうなれば、ワーナーブラザースがこの映画の今後の興行収入の可能性にほとんど自信を持っていないことを示すもう一つの決定的な兆候となるんだよ。映画スタジオは一般的に映画の収益力が完全に尽きたことが明らかになった場合にのみ劇場公開期間を短縮する判断を下すものなの。これ以上映画館で流しても宣伝費や経費ばっかりかかって1円にもならんで見切ったわけやね。
さっきの2週間で1000巻の上映が打ち切られたっていう状況を考えたら、もう映画館から追い出されとるんやから、ネット配信に逃げるしかないのも納得ばい。惨めすぎる結末やね。映画館がスーパーガールの上映を急速に打ち切っている状況を考えると、まさにその通りのことが起こっているようだと記事でも指摘されているの。この事態は映画の作り手たちにとっても非常に重い意味を持っているんだよ。ジェームズ・ガン監督とかプロデューサーたちの責任問題になるってこと？そうだよ。ジェームズ・ガンとピーター・サフランが DC ユニバースの完全リブート計画を発表した際、ファンはブランドへの信頼を取り戻す新たなスタートを約束されたはずだったの。これからは過去の失敗を清算して素晴らしい DC 映画の世界を作ります。でね。大口叩いておいて最初の方でいきなりこの大爆死やろ？ファンへの約束が聞いて呆れるばい。新しいスタートじゃなくて終わりの始まりになっとるやん。しかし、この初期の結果は答えよりもはるかに多くの疑問を生み出してしまったの。スーパーガールは DC 史上最大の興行的失敗作の一つとなる運命にあるようだと誰もが思い始めているんだよ。完全にブランドの泥を塗った戦犯扱いばい。これ、最終的にはどれくらいまで稼げそうなん？記事によると、全世界で1億3000万ドルの興行収入を達成することさえ、今となっては、ますます困難に思えると言われているの。ちなみに、1億3000万ドルというのは、過去に大こけしたと言われている DC 映画、ブルービートルの興行収入に近づくレベルなんだけど、それすらも厳しい状況なの。ブルービートル以下の可能性もあると。下には、下がおるもんやね。でも、もともとは、もっと高い目標があったんやろ？比較のために付け加えておくと、多くの業界誌は、かつて、この映画の世界興行収入が2億ドルに迫る可能性があると推測していたの。でもね、この1億7000万ドルという巨額の制作費がかけられた規模の作品としては、その2億ドルという数字自体が、すでに期待外れの結果だったと言えるレベルの低い目標だったんだよ。まあ、大失敗してギリギリ2億ドルかなって思われとったのに、現実は1億3000万ドルすら無理かもってなっとるんやね。プロの最悪の予想をさらに下回って地面にめり込んどる場合。現実ははるかに悪かったということだね。しかも、ここから巻き返すのはほぼ不可能だと言われているの。なぜなら、クリストファー・ノーラン監督の超大作、オデュッセイアが劇場公開されて、夏の映画館が引き続き強力なライバルたちで混雑する状況を考えると、スーパーガールがここから方針転換して人気を取り戻すとは考えにくいのよ。オッペンハイマーとか、インセプションのクリストファー・ノーラン監督の新作が来るん？そりゃあ、みんな、そっちを見に行くに決まっとるばい。ただでさえ、ガラガラのスーパーガールの席が、さらにすっからかんになって、完全に息の根を止められるね。タイミングも最悪たい。ファンが、ジェームズ・ガンの DC に対するビジョンを支持したか反対したかに関わらず、フランチャイズが、新たなショーの序盤で、これほど劇的なつまずきを経験するとは、ほとんど誰も予想していなかったんだよ。賛成派も反対派も、まさかここまでひどいとは、でドン引きしとるんやね。記事の最後でも厳しく指摘されている通り、公開からわずか2週間で1000巻以上もの劇場が閉鎖されるというのは、健全な劇場公開作品では絶対に起こり得ないことなの。不治の病にかかった欠陥品やったってことやね。ここでネットのユーザーたちはどんな反応を示しとるんか教えてよ。ネットユーザーの反応も本当に厳しいものばかりだよ。ジェームズ・ガンのリブートは最初から失敗だった。ファンが求めているものを全く理解していない。制作費 1.7 億ドルかけて公開1ヶ月で配信行きとかハリウッドの歴史に残る大恥だね。ホラー映画に負けた時点でスーパーヒーロー映画の時代は本当に終わったのかもしれない。これだけ大こけしたら今後の DC の計画も全部白紙になるんじゃないか？という風に映画の失敗だけでなく DC ユニバース全体の未来を危ぶむ声が殺到しているの。視聴者はバカやないけんね。ブランド名だけすげ替えて新しくなりましたって言っても中身が面白くなければ絶対にお金は払わんばい。週末興行収入の急落、デジタル配信の加速化の報道、そして制作費に比べて低すぎる全世界興行収入。この映画の失敗を無視することはもう無理やね。ワーナーブラザースは近いうちにこの失敗から目を背けて DC の今後のプロジェクトに注力するかもしれないよ。でも、スーパーガールは刺激的な新時代の幕開けというよりも DC が売り込んでいるものが観客に全く受け入れられていないという痛ましい事実を改めて思い知らされる作品として歴史に記憶される可能性が高いの。大口叩いてリブートした結果が史上最悪の大爆死と1ヶ月での配信落ち。これほど痛快で惨めな話は半ばい。
ワーナーのお偉いさんたちも、ジェームズ・ガン監督も、今頃は震えながら、次の映画の言い訳を考えとるやろうね。これからの DC の迷走っぷりから、ますます目が離せんばい。ということで、今日は映画、スーパーガールの戦艦上映打ち切りと DC ユニバース崩壊の危機という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。